皆さんいかがかお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、買っちゃいました。はい、何のことかと言いますと、こちらのグラキリスさんではなくて、私最近ですね、Amazon のプライムセールですよね、プライム会員限定のセールでですね、とあるものを買ってしまいました。はい、もうプライム会員のセールってね、結構皆さんも興味ある方いらっしゃると思うので、動画にしようかなって一瞬思ったんですけどね、もう一瞬だけでした思ったの。はい、ということで、今回私が買ったのはですね、ライトです。はい、またね、ライト買っちゃいました。ライトをね、本当に、いやー、そんないらんねんけどっていうね、はい、いらんけどなんかね、買っちゃうって、これ皆さん分かりますかね。はい、先日買ったのがこれですね。はい、こちらはですね、京セラさんから出ている生き物電球です。はい、これはですね、いや、結構いいお値段した電球で、正直おすすめできるかっていうと現時点ではね、なんとも言えないところですよね。これがね、この光っていうのが、非常に太陽光に近いっていうことで、それもね、他にもいろんなライトたくさん歌ってるものってありますので、その差がどうかっていうのは使ってみないとわからない、そんなところなんです。で、私ですね、ライトといえばスポットライトをね、かなりたくさん所有しております。で、数えてみれば20ワット級のこのスポットライトが15台、はい、15個で今現在稼働している状態で、いや、非常に電気代恐ろしいことに、ね、なってるんじゃないかなっていうふうには思っております。で、ライトの使い道なんですが、基本的にはね、植物育成として、主にたくさん使っているということになるんですが、今画面で映っている通り、アクアリウムにも使っています。で、私が使っているライトは、つくよみとかアマテラス、そして、ブリムさんのコスモっていうライト、これをね、主に使っています。はい、このコスモっていうライトはですね、本当におすすめで、いやーもうコスパ最強すぎるね、ライトなんですよね。はい。で、スポットライト以外には、こんな形で、はい、パネル A、こちらもですね、同じくブリムさんから出ているパネル型のライトになります。で、これは植物を育てるために基本的には使っておりまして、こんな風にですね、小株ですよね。消費電力としては45ワットっていうライトになってきますので、大きな株っていうのは、なかなかね、光量不足になってくるっていうのは否めないんですが、小株とかを照らすには結構ちょうどいいね、はい、ワット数のライトということになるかと思います。はい。で、こちらのパネル A のライト、合計私で5枚持っておりまして、5台を45でかけるとね、なかなかの光量になってきますよね。で、それを私10時間ぐらいで照射しておりますので、1ヶ月にするとね、いやもう計算はやめておきましょう。はい。で、スポットライトですが、やっぱりね、スポットライト、こんな形で綺麗に上からその株だけを照らすということができますので、非常にですね、株がかっこよく見える。これがスポットライトの一番のメリットかなというふうに思います。はい、しかも当てたい株にね、それだけを狙ってスポットライトっていうのは当てることができますので、成長させたい株っていうのをね、狙い撃ちできるっていうのも一つのメリットかなと思います。はい、ということで今回私買ったのはですね、こちら。もう絶対パネル型ライトやんっていうね、この形状、箱の形状ね、もう皆さんお分かりだと思うんですが、そうなんです。私今回購入したのはパネル型のライトになります。で、今このタイミングでね、パネル型のライトということは、さあ皆さん想像できますでしょうか。基本的にはね、アクアリウムばっかりされてる方っていうのはわからないかもしれませんが、そうなんです。今回私が購入したのはこちら、主に植物育成ライトとして使うパネル X になります。買っちゃいました。買っちゃうよねこれは。いや、植物育成されてたらね、やっぱり買っちゃうよね。やっぱブリムさん、やっぱコスモとかパネル A とかね、すごくコスパのいいライトを作ってらっしゃる。いやもう本当にね、そのコスパの高いライトを生み出す、いやもう天才ですよブリムさん。はい、というそんなブリムさんから出ているライトで、これね 301H っていうね、モデル名もまたついているんですが、これがね1個のこのね大きなポイントになってくるかと思います。はい、でちなみにお値段なんですが Amazon で11,824円でした。
まあこれはですね、高いとは言えないですね。まあ正直ね、コスパ的には非常に、高いライトになってくるんですが、まあ1万円超えてくるとね、なかなかこうね、ためらう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかと言いながら開封をしております。はい、でちなみにこれブリムスさんパネル X301H ということで、パネル X はですね 281D プロという名前がついたもの、ちょっとね安めのチップを使われているものっていうのも同時に売られてたりします。またパネル Y っていうねパネル A の、ちょっとこう上位互換みたいなもの、そういったものも出てたりだとか、かなりねラインナップが豊富になってるんですよ。はい、そういう意味では結構いろいろね選べるっていうのは我々消費者にとっては非常にねこれメリットになってくるかなと思います。はい、ではですね早速お見せしたいと思いますが、これねもうめちゃくちゃ重いです。いやほんまに重い。これびっくりしました。パネル A ってね、私が今握っているこのドライバーが分離型になっていて、でねそんなに重たくないんですよ、そのドライバー自体も。でこのパネル X ドライバーと一体型で、しかもドライバーめちゃくちゃ重い。今調べてみたらね重量が 1.5 キロぐらいありますので、そこそこね大きさのあるノート型パソコンぐらいのね重さありますので、結構ね重いのはちょっとこれは注意点かなと思います。はい。で、この LED のチップ面見ていただいたら、このですね、301H っていう名前がね、実はこのチップの名前になるんです。サムスン製の園芸専用 LED ということで、非常にですね、これ評価が高いものということのようです。で、この301っていうね、チップ使ってるライト、他にも結構あるんですけど、割とね、お値段するんですよ。っていう意味では、こちらはやはりね、コスパがいいということになるかと思います。で、このね、チップの配列が結構私気に入っていて、真ん中とかにね、ギュッて寄ってないんですよ。はい。このようにすることで、パネル型といってもなかなかですね、やっぱり中央部分、この辺りに強い光が寄ってくるっていうところを四方に分散することで、うまくですね、こう均一に光を当てることができると、そういうね工夫をされたライトになっています。はい、でちなみに仕様はこのようになっておりまして、あんまりね触れないでおこうかなと思うんですが、消費電力がマックス 100W っていうことで、いやこれはですねかなり電気食いますよ。やっぱり 100W なんでね、いやその分ね当然強い光が出てくるということになりますので、そこはもうね仕方がないところかなと思います。はい、続いて簡単にパーツのご紹介をしておきたいと思います。はい、これですね、パネル A でもほぼ同じものだと思います。はい、この黒い紐がですね、伸び縮みすることで、パネルのね、この上下の高さを変えると、そんなことができるものがついております。はい、でこちらはですねパネルの四方に、引っ掛けるこの紐ですよね。はい、これは長さ調節ができないので、先ほどの黒い部分、黒いパーツで調節するということになるかと思います。これが2点ついておりました。で最後にねこれです。はい、これねカラビナですよね。これねやっぱりついているのってパネル A にはね最初ついてないので、いやこれは結構いいところかなと思います。準備する必要がないんでね。はい、でここで注意点です。これねちょっと真似しないでいただきたいんですが、このパネルの LED チップ面、これ今下向きに置いてます。で一応ねベタにこう地面につかないようにこう突起みたいなのがついてて、それがねLED チップの素子が地面につかないように、はい、一応工夫はされてはいるんですが、やっぱかなりねこれ重くて、その辺がね心配で、置くならば必ず平らな広い面に置くようにしてください。はい、こんな形で、先ほどのカラビナを、つけることができますので、これね非常に、これパネル A にはこんな仕様なかったので、非常につけやすいですし、これはありですよね。はい、ということで早速点灯してみたいと思います。やっぱ私といえばですね、やっぱアクアリウムですので、いやこれ本来はですね植物育成ライトとして使うものなんですが、せっかくなのでねこれ見たい方もいらっしゃるかもしれませんので、アクアリウムで使えるかっていうのを、一応念のため、試してみたいと思います。はい、ということで今回使う水槽はこちら90センチ水槽になります。さあどうでしょうか。いきます。はい、あられもない姿になりますね。いや、さすがにやっぱこう100ワット、これ今ね、マックス状態でつけてるんですけど、90センチ水槽の隅々まであらわになります。いやー、うん、使
る使えない気はする。いや、どうこれ、皆さん。めちゃくちゃ明るいです。正直ね、つけた瞬間、マジでびっくりしました。こんな明るいのと。しかも、90センチ水槽ってね、割と幅、やっぱり90センチあるんで、ちょうどど真ん中にだいたい高さ15センチぐらい、水面まで15センチ、いうあたりでつけてるんですけど、いやー、これね、隅々まで行きますね。いや、これかなり拡散性もね、あるかなっていうのは、これ見たら分かります。はい、でここから一応このブリムさん、パネル X はつまみでね無段階で、ライトの光量を調節できます。今ここからちょっとずつね、弱くしていっておりますが、だいたい最大100から15まで、はい、15% まで、落とすことができます。で15%を割るとこんな風にね暗く電気が消えてしまうという形です。これ15%でもまあまあ明るいですよね。ちょっとねびっくりしてます正直。はい、ちなみにこれがねいつもの私が使っている左がコスモで、右が生き物電球になります。いやーまあこれ見るとやっぱこれよねそらやっぱこっちよねっていう感じはするんですけど、いやーまあなんとなくですね先ほどのブリムさんのこの能力っていうのが、分かっていただけたのかなと思います。はい、一応アクアリウムでも試してみましたが、私がこれを購入したのは当然アクアリウムではなく植物のためです。はい、ということでこっちでね、使っていく準備をします。はい、設置を終わりました。一応ですね、これ私使ってるのが、スチールダックですね。それにこのカラビナ、これパネル A とか結構余ってたので、それを組み合わせてなんとかね、そのスチールダックに巻く形で、はい、設置をしました。はい、実はパネル A のね、横にこんな風に置いてみました。ということでね、点灯したいと思います。はい、ちょっと分かりづらいかと思うんですが、非常に明るいです。当然といえば当然、植物を置いてみるとこんな感じ。はい、今一応ねマックスだと思います。ちなみに色温度言うの忘れてましたが、5500から5700ケルビンの方を私今回購入しました。かなりね白色がこれ見ると強いかなというのは見てわかるかなと思います。もうちょっとね黄色みのある方っていうのもありまして、それが4000ケルビンから4300ケルビン、こちらの方がね色的にお好みっていう方はそういう選択もあるかなと思います。はい、やっぱりこれねシームレスに、調節できるっていうのは非常にですね、植物にとって育てやすい環境ができるかなと思います。はい、ちなみに明るさ度合いちょっとパネル A と比べてみます。右に行けばパネル A の色になってくるんですがどうでしょうか。はい、やっぱりちょっとですねパネル A の方がさすがに光量は低い、当たり前ですよね。パネル A45W に対してパネル X100W、はい、2倍以上のパワーの差があるということになりますので、正直ね全然違う。はい、ちょっと映像だとね伝わりづらいところあると思うんですが、かなりのね明るさっていうのが人間の目には感じられるのと、やはり植物にとってもねこれ全然違うんだろうなと思います。はい、かなりですねこう大きくなってきた株っていうのをこの 100W パネル X の下に置きました。でそれ以外はちょっと小ぶりなものをねパネル A 側に置いているという形になるかと思います。こうやって遠目から見たらねこう全然やっぱ明るさ違いますよね。はい、ちなみに真ん中がパネル A の3700から4000ケルビンの黄色みが強いもので、右の方が白っぽいパネル A ですよね。こう見るとちょっとねパネル X 白すぎる感じもあるんですが、この辺はね好みかなと思います。私今回購入したのがやっぱりねハオルチアとか、私ねあんまり育てるの得意じゃなくて購入してすぐに、しぼんでしまったりするんですよね。やっぱりこれ光量不足が一番の原因なのかなと今では思ってるんですが、その辺の光量不足に陥っている植物たちをもうちょっとねうまく育てたいという意味で今回はパネル X を購入しました。はい、今回はブリムさんから新発売されたパネル X を使ってみたということで、動画にさせていただきました。ちょっと詳しいレビューとかは私の方ではしておりませんが、
なんとなくね、どんな感じで使えばいいかっていうイメージが湧いていただいたらいいかなというふうに思いますし、アクアリウムで使うってなると、これはどうですかね、ちょっと微妙なね、ところかなと思いますので、植物育成とか興味ある方っていうのは、非常にこれコスパの高いライトになってくるかと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。